今日はヨガあるある、深い呼吸ができませんについてお話ししたいと思います。ヨガに行くと、まずあぐらで座って深い呼吸をしましょうっていうのがね、多いと思うんですけれども、私のスタジオにね、いらっしゃる方は、前回の動画でもお話ししたんですけど、そもそもあぐらで座れませんでした、ひっくり返りそうみたいな方が多いので、呼吸できませんみたいな、いう方がね、多いんです。で、多分、皆さんもそういう方がね、いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、もしかしたらご本人の中でその呼吸ができない理由が分かってないっていう方もね、多いと思うので、今日はね、それについてお話ししながらレッスンをね、していきたいと思います。で、呼吸がね、しにくいのは、もしかしたら自分は腹式呼吸ができないんじゃないかとかね、いろいろ考えると思うんですけど、何式呼吸とかその前にですね、そもそもこういう姿勢だったら呼吸できないですよね。で、これだったら胸は狭くなってるし、内臓は圧迫されてるし、この状態で呼吸をするのは難しいです。で、逆に、じゃあ姿勢を良くしようとして、よくね、ある。こういうのですね。これで呼吸ができるかっていうとですね、できません。私今やってみましたけど、これだと結局ね、このあばら骨とかこのみぞおちが固まってしまって、肺がね、自由に広がれないので、これもうまく呼吸ができません。できてるようには見せかけることはできます。筋肉使ってふーって吐いて、みたいなね、頑張って呼吸はできますけど、でもそれとそのリラックスした状態で深い呼吸をしましょうっていうのは別だと思うんですよね。で、多分皆さんこの状態からやろうとするので、ふーって吐いて、吸うぞって思うと、みたいなね。これは吸ってんじゃなくて、これ肩が上がってるっていう状態ですよね。で、まず吐けないと吸えないので、この固まった状態ではね、なかなか難しいです。なので、深い呼吸がどうもできませんっていう方は、まずその座ってる姿勢からね、見直すといいと思うんですけれども、このあぐらでね、ナチュラルに座りにくいっていう方は、前回の動画であぐらでね、座れないんですっていうことについてお話ししているので、まずね、そちらを見てください。で、今度はですね、実際にこう座れたとしても、呼吸がね、浅いんです、うまくできないんですっておっしゃる方もいらっしゃるんですけど、そういう方は多分ね、脇が硬いんだと思うんですね。で、ここが固まってると、この中に入ってる肺はね、膨らみにくいわけですよね。だからね、呼吸がやっぱりしにくいんです。で、よく、ストレスがね、ある方とか、あと緊張してることがある方は、どうしてもここがね、カチッと固まりやすいんですよね。だから、ヨガ教室に行ってみたけど、私できるかなとかね、緊張してたらやっぱりここ動かないですし、そもそもね、どうしてもやっぱ固まりやすいので、まずね、一度脇を緩めてあげて、このね、中でちゃんと肺が動けるっていう状態をね、作ってあげるといいと思います。で、まずね、一つ、大胸筋を緩めるっていうのをやって、それから脇を緩めるっていう動きをね、やっていきたいと思います。で、なぜね、大胸筋を緩めるかっていうと、ここがね、キュッと中に入ってたら、やっぱり胸狭くなっちゃいますよね。この状態ではやっぱり、肺がね、広がりにくいので、まずね、大胸筋を緩めて、胸が自然と開くようにして、それから脇をね、緩めていきたいと思います。これね、やり方は簡単です。手を上げた時に、腕から胸にかけてね、ついてる筋肉があると思うんですけど、わかんなかったら、ちょっと肩の付け根のあたりと思って、ぐるぐるっとね、ここ緩めてください。ぐいぐいしなくて大丈夫です。ぐるぐるっとね、緩めます。はい。こうすると、私分かりやすいので肩下がってると思いますけど、横から見るとね、これ肩横向いてますけど、やっぱね、やってない方はね、肩がちょっと前の方向いてると思うんですね。はい。じゃあ反対側も緩めてあげましょう。はい、OK です。
ね、これで反対側も緩みました。この状態で呼吸してみると、さっきよりね、呼吸しやすくなってると思います。ではね、次にこの肋骨の周りね、緩めていきたいと思います。で、脇っていうと皆さんなんかね、ここをこう思い浮かべる方が多いと思うんですけど、これ体の側面ですよね。で、脇のね、深層の筋肉、その呼吸するときに自然と使ってる筋肉って、後ろ側から前側にかけてね、こういう風についてるので、脇って言っても真横をね、例えばこうストレッチで伸ばすとか、そういうことではなくて、こういう風に後ろから前にかけてついてる筋肉を使いながら緩めていきたいと思います。はい。そしたら、まず横向きに寝ましょう。で、膝を抱えて丸くなります。で、この時にできたら頭が膝につくつもりでいいですよ。つかない方多いと思うので、つくつもりでふーっと丸くなります。そうするとこのね、背中から前側にかけて伸びていきます。はい、じゃあ今度は吸いながら後ろに向かって手を開いて、できたら顔は後ろ向き、だけどおへそは正面向きにします。はい、吐きながらまたちっちゃくなって、ふー。はい、そしたら今度吸って後ろに伸びます。はい、吐いてちっちゃくなる、ふー。はい、吸って後ろに伸びます。この時にこのね、お腹の前側から後ろにかけて伸びます。で、コロンとね、おへそがひっくり返りそうな方はちょっと膝曲げるとひっくり返りにくくなります。はい、吐いて、ふー。はい、ゆっくり起きましょう。はあ、でこれで一度呼吸をね、よいしょ。はい、これで一度呼吸をしてみましょう。そうすると、このね、緩めた方がちょっとこう肺が広がりやすいような呼吸がね、しやすくなった感じがすると思います。反対側もやりましょう。よいしょ。はい、横向きに寝て、できたら頭が膝につくようなつもりで、ふー、ちっちゃくなります。一切吸いながら後ろに手を伸ばしていきます。はい、吐いてちっちゃくなる、ふー。はい、吸って後ろに伸びます。おへそは正面向きのまま。はい、吐いてちっちゃくなります。ふー。はい、吸って後ろに伸びます。はい、吐いてちっちゃくなります。はい、ゆっくり起きましょう。これで両方のね、脇を緩めることができました。呼吸をしてみると、ね、吸ったり吐いたりが先ほどよりね、やりやすくなったと思います。呼吸をしやすくするには、まずね、姿勢が力が入らなくってもナチュラルに座れること。それから脇がね、緩んでること。このね、2つが重要になってきます。ぜひね、脇を緩めてから呼吸をしてみましょう。チャンネル登録ぜひお願いします。参考になったりいいなと思ったらぜひこのね、グッドボタン押してください。質問があったらぜひね、コメント欄に書いてください。ではでは。